古代のドローンは水に弱いので、捕まえたドローンを水につけると、壊れてベアリングになります。この時、砲台がついている必要はないです。防壁についている大型の砲台を水につけてみると、平気そうです。では、もともとついている砲台を外して、防壁についているビーム砲をくっつけたらどうなるでしょう。組み合わせとしては元のドローンと一緒ですが、このように砲台だけが残ります。今度はドローンに他のドローンから外したビーム砲をたくさんくっつけた場合にどうなるか試してみましょう。ビーム砲自体は水に強いようで、この向きで水につけても壊れる様子はありません。ここで上下を反転してドローン側から水につけてみます。すると、ドローンに直接結合していた砲台が一つだけ消失し、残りは結合が取れるだけとなりました。では今度はドローンに直接たくさんのビーム砲がついている状態を試してみましょう。もともとついているビーム砲に加えて、他のドローンから外したビーム砲や壁についていたビーム砲をくっつけてやります。これを水に突っ込んでやると、ドローンに直接くっついていた小型の砲台がすべて消失して、大型の砲台は残りました。一見不規則に動いているように見えるドローンですが、基本的にはプレイヤーからの距離を一定に保つように放射状に近づく、離れるの方向に運動しています。ただし、このようにドローンがたくさん集まっている場合には、同じコードを取ろうとして重なり合ってしまったドローンが変な方向に力を受けて、このようにフラフラとするようなこともあります。プレイヤーから一定距離以内にいるドローンは、プレイヤーの高さを基準にあるコードに留まろうとします。なので、このように周りに起伏があっても、プレイヤーを取り囲むドローンは一定のコードに集まることになります。なので、プレイヤーの立っている地面の高さがどんどん低くなっていくと、このようにドローンが地面に当たってしまうような状況でも関係なく高度を下げようとします。この高さの基準は、水面やプレイヤーが物に登っているかには関係なく、プレイヤーがいる地面の高さがどのぐらいかということをもとに決まっているようです。ドローンは地面から数メートル離れると浮力を失います。なので、このようにドローン発生装置を高いところに持っていくと、発生したドローンはポロポロと普通のオブジェクトのように落下します。ドローン発生装置は、海の上でも赤い部分が水に浸かっていなければ、ドローンを発生させることができます。また、この時、水深が十分であれば、発生したドローンは浮き上がることができず、どんどん水に落ちていってベアリングになっていきます。水の浮力のおかげで、このようにドローン発生装置を設置するために船などもいらず、簡単にベアリングを大量生産することができます。ドローンは1個あたり 2kg までのものを持ち上げることができます。アバターの体重は 50kg に設定されているため、25個で浮き上がることができますし、十分な個数をつければこのように傾けて乗り物のように使うこともできます。ドローン発生装置は手で持つには重すぎますが、ホルスターを2つ使ってやればかなり簡単に運ぶことができます。両手を使ってしゃがんだ状態で2つのホルスターにマウントします。そして立ち上がるとこのように体についてきます。
らかじめホルスターを両手にしっかり持っておいて、素早くマウントすることによって、壁のないドローン基地であれば、このように簡単にドローン発生装置を持ち去ることもできます。